東京メトロ有楽町線にてやってきた辰巳駅。今日は以前にもお届けしている辰巳団地を今一度お届けしようと訪れた。雲一つない青空の下、東京湾に浮かぶ人工島。昭和40年代、ここには子供たちの明るい声が響き渡る辰巳団地があった。辰巳団地は昭和の高度経済成長期に建設されたマンモス団地。辰巳団地とは通称で、正式には都営辰巳一丁目アパート。航空写真で見ると、四方を海に囲まれた島に総世帯数3300戸余りの団地が一丁目にびっしりと建てられた圧巻の光景だ。この団地も今では現代の姥捨山、あるいは巨大老人ホームなどとネット上で揶揄されている。確かにすれ違うのはゆっくりと歩を進めるお年寄りばかりだ。今日はまばゆい陽光の中に漂う濃密な哀愁の島を歩く。団地の建設開始の1967年、昭和42年からは今年で59年。建物も道も随分とくたびれている。長年頑張っていることが頼もしくも思える。さらに2011年の東日本大震災では、もともと軟弱地盤な当団地も液状化被害があり、銃刀入り口には地盤低下による段差もできた。そこで団地は2013年から建て替え工事を開始。5階建てから12階建てに高層化し、87棟を12棟に集約して空き地を再開発用地とする。一見別のマンションのような12階建ての建物は建て替えられた建物である。長年暮らしてきた住民にとっては一抹の寂しさがあるはずだ。今見えている銃刀も、そして給水塔も近いうちに解体される。銃刀の足元にある工作地や花壇は住民たちのささやかな慰めなのかもしれない。風に揺られてきれいな花を咲かせている。まさに大敗のロマンチズム。近々解体され消えてしまうこの風景に郷愁と哀愁が漂っている。向こうには東雲のタワマンが見えている。
さらに北へ。団地の中心、辰巳商店街へ向かおう。先に見えている給水塔は、さっきのとは別のものだ。あった。こちらが辰巳商店街だ。古そうな看板に書かれた楽しいお買い物をどうぞって言葉がわけもなく胸にしみる。すでに廃業した店もあるが、個人商店が頑張っているので住民の買い物スポットとして機能している様子。郵便局や診療所もあり、中国物産の店もあり、そんな中で私が一番気になっていた店があった。商店街の外れでパラソルを立てて炎天下の中肌着を売っていたご老人がいた。今回訪れるとその姿はもうなかった。今もお元気だといいんだが、再開発後はおそらく大きなスーパーかショッピングモールができて、商店街はその役割を終えるんじゃないだろうか。商店街の裏側、車通りにも店が並んでいるが、見る限りシャッターを閉じた店がほとんどだ。以前は行っていなかったさらに北のエリアへ。するとまさに解体工事中のエリアだった。建て替え工事、それは分かっている。だが実際にこの光景を目にすると、これは寂しい気持ちになる。時間という概念は実に宿命的で、そして厳粛だ。形あるものは例外なく朽ち果て、命あるものはすべて
その生を終える。この無慈悲な加速を止める術を私たちはまだ知らない。銃刀の隙間から見えるターマン郡。これらは東雲運河をまたいだ東雲地区。報道でもあったが、中国人富裕層がターマンを爆買いし、中国人人口も急増しているという話はこのエリアにも当てはまる。中東の建て替えが進み、街は少しずつきれいになっていく。でも新しくなったコンクリートの壁は、かつてここで育まれた昭和の家族のぬくもりをどこまで覚えているのだろうか。時代の最先端だった沈香堂が今は静かに役目を終えようとしている。晴れ渡った空がかえってこの街の静けさを、そして逃れられない時の流れを際立たせていた。辰巳の風に吹かれながら今日の散策はここまで。冒険は続く。